1941年12月8日、大日本帝国海軍はハワイ・真珠湾に停泊するアメリカ太平洋艦隊へ奇襲攻撃を敢行した。真珠湾攻撃。ここに日米は全面戦争へと突入する。1937年から続く日中戦争。その背後で中国を支援するアメリカ、イギリス。やがて日本は経済制裁の強化により石油をはじめとする資源の確保に大きな制約を受ける。石油を求め日本はその先の南方資源地帯へと活路を見出そうとした。しかしそこには最大の障害があった。それは太平洋に展開するアメリカ太平洋艦隊だったのである。択捉島1カップ湾。南雲忠一中将率いる第一航空艦隊南雲機動部隊。日本の浮沈を背負った精鋭たち。その進路は3000海里の彼方ハワイ・真珠湾。1941年11月26日午前6時。罰行。運命の日12月8日まで12日。巨大な鋼が太平洋へ静かに波を切り裂く。その功績はまだ誰にも知られていない。やがてその全貌が姿を現す。中核をなす赤城をはじめとする6隻の空母軍。甲板に並ぶゼ戦、艦爆、艦砲。350機を超える航空戦力。それを守る重厚な護衛陣。高速戦艦比叡をはじめとする戦艦、巡洋艦、軽巡、そして駆逐艦軍が周囲を固める。水面下では潜水艦部隊が先行する。そして母艦に搭載される特殊潜航艇高標的。さらに後方には艦隊の行動を支える補給部隊。すべてはただ一撃のために。白明の海。静まり返る甲板に緊張が満ちていた。やがて発艦開始。風を受け機体が震える。合図とともに次々と飛び立つ攻撃隊。ゼロ戦が空を切り裂き、艦爆、艦砲が重い翼を押し上げる。その数300機を超える。1機また1機と隊列を組み南へ。標的はハワイをアフと太平洋艦隊の心臓部真珠湾。そしてその周囲に点在する航空基地群であった。やがて水平線の彼方に陸へ。敵はまだ気づいていない。編隊は高度を下げる。静寂の中照準が定められていた。そして無線が開かれる。トラトラトラ。藤田光雄中佐率いる第一波攻撃隊は奇襲成功を告げる暗号電部機動部隊へ打電した。アメリカ・イギリス軍と戦闘状態に入れる。その直後、日本軍機はフォード島及びその周辺に停泊していた米戦艦軍、さらに各航空基地に対し一斉攻撃を開始する。97式艦上攻撃機の戦艦への雷撃と高度3000メートルからの水平爆撃。99式艦上爆撃機の艦艇や基地施設への急降下爆撃。そしてゼロ戦による
飛行場への機銃掃射によって駐機中の米軍機を次々と破壊し、空からの反撃を封じ込めていく。ハワイの日曜の朝の静寂は一瞬にして破られた。フォード島周辺に停泊していた米戦艦軍は奇襲により次々と被弾。戦艦オクラホマとウエストバージニアには97式艦上攻撃機の魚雷が連続して命中。オクラホマはやがて横転、ウエストバージニアも大破着底した。さらに午前8時6分ごろ、戦艦アリゾナに97式艦上攻撃機が投下した鉄鋼爆弾が命中。全部弾薬庫が誘爆し、巨大な爆発とともに沈没した。しかし日本軍の攻撃はなおも続いた。午前8時54分、島崎重和少佐率いる第2波攻撃隊167機が突入を開始。第2波の目標は第1波攻撃をしのいだ艦艇及び航空基地、雷撃機を伴わない爆撃機による攻撃であった。第1波の攻撃で損傷しつつも唯一自力航行で湾外脱出を図っていた戦艦ネバダは集中攻撃を受け激しく炎上。水路の閉塞を避けるためホスピタルポイント付近に自ら座礁した。この頃には湾内は火災による黒煙が立ち込め、視界は著しく悪化していた。さらに米軍の広角砲や機銃による激しい反撃で真珠湾上空は弾幕に覆われた。また航空基地では離陸に成功した数機の P40 や P36 が迎撃を開始。数で勝る日本軍機に対し果敢に挑み、上空では激しい空戦が展開された。これにより日本軍機の損害は第1波攻撃の未帰還9機に対し、第2波攻撃では20機が未帰還となった。攻撃を終えた第2波攻撃隊は午前10時頃までに順次離脱。帰還した搭乗員の一部からは残存する燃料タンク、艦ドックなどへの第3波攻撃を求める声も上がった。しかし南雲中将は米空母の反撃の可能性があること、対空砲火が激化していること、奇襲の効果は十分に達成されたことなどから第3波攻撃は行わず、機動部隊は午後1時ごろ反転して日本への帰路に就いた。一方、空襲の脅威が去った真珠湾には重油の炎と黒煙が立ち込めていた。沈没大破した艦船からの救助が最優先で行われる。特に転覆したオクラホマでは艦内に閉じ込められた兵士の救出作業が続けられた。米太平洋艦隊は大打撃を受けたが、基地機能そのものは維持されており、ハワイ全域には日本軍上陸を警戒する厳戒態勢が敷かれた。2波にわたる空前の奇襲作戦はここに完結した。軍事的には米太平洋艦隊の戦艦部隊を一時的に無力化するという当初の戦術的目標はほぼ完璧に達成されたと言える。しかしその戦果の裏側には致命的な誤算が潜んでいた。攻撃対象から外れた燃料タンクや修理施設、そしてこの日真珠湾を離れていた3隻の米空母、これらは後の米軍反攻を支える揺るぎない基盤となっていく。そして何より日本側が意図せぬ形での宣戦布告前の攻撃となったことが国際的な非難を浴びることとなった。ハワイ時間12月8日、ルーズベルト大統領はこの日を恥辱の日と呼び歴史に刻んだ。それまで二分されていた世論はリメンバーパールハーバーの合言葉のもとに一気に結束。全産業を戦争に投入する総力戦体制へと突き動かす
決定的な転換点となったのである。戦術的勝利に沸く日本。だがそれは4年に及ぶ過酷な戦争の始まりに過ぎなかった。そして真珠湾は今静かな時の中にあります。かつて激しい炎に包まれた戦艦アリゾナの真上には USS アリゾナ記念館が海をまたぐように建てられています。あの日艦と運命を共にした1000名を超える将兵たちは80年以上が過ぎた今もその多くは引き上げられることなく船と共にこの海に眠っています。今もなお船底から染み出し続ける重油はアリゾナの涙と呼ばれ、失われた命の記憶を語り継ぐかのように水面に波紋を広げ続けています。一方で遠く日本から真珠湾を目指し帰ることのなかった若者たち、湾内に潜入し梅雨と消えた特殊潜航艇高標的の乗員たち、被弾し金を僻地への自爆を敢行し、その勇気を称えられ基地内に丁重に葬られたゼロ戦搭乗員飯田房太隊員。今日真珠湾では日米の生存者や遺族が共に手を合わせる追悼の式典が執り行われています。かつて敵として戦い命を懸けた者たち、彼らが残した記憶は今や憎しみの対象ではなく、二度と同じ悲劇を繰り返さないための平和への教訓となりました。美しく輝く太平洋、その波の下には今もあの日戦ったすべての人々の歴史が静かに深く刻まれ続けています。